私何か悪いことでもしたってね、もう恨み事を言いたくなるような時ありますよね。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は予期せぬトラブルが起こった時のスピリチュアルな意味についてお話ししたいと思います。あと最後に大事なお知らせがありますので、どうぞ最後までご覧ください。このチャンネルでは引き寄せの法則や潜在意識、波動、心理学など目には見えないけれど幸せになるために大切なことについてお話ししています。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もフォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は突然のトラブルはなぜ起こる？宇宙の意図に気づいてというテーマでお話ししてみます。先週の金曜日の夜はチャンネル登録者3万人を記念してライブ配信を行いました。たくさんの方にご参加いただきまして、またアーカイブもね、たくさんの方にご覧いただいて、お祝いのコメントやいいね、本当にありがとうございました。とっても楽しかったですし、本当に嬉しかったです。でライブの中でね詳しくお話ししてるんですけど、実はその前日にすごくショッキングな出来事があって、そしてその翌朝には奇跡的な大逆転劇が起こったんです。それが何かというと、ライブの前日にテスト配信をね非公開でやってて、でライトとかねカメラ位置なんかをセッティングしてたんですね。こう撮影した動画がねどんどん溜まっていっちゃうので削除しようと思ったんですよ。でね、いらないものにだけチェックを入れたつもりだったんですけど、私ね間違っちゃって、一番最初のライブ配信のアーカイブ動画まで間違って削除しちゃったんですよ。でね、後から気づいてもでもね大ショックだったんですよ。私のもう YouTube 初ライブ配信でしたし、思い出の動画だったのでもう本当にショックでした。ですぐにね YouTube のヘルプページとかネット上のね情報をいろいろ探してみたんですけど、何を見てもね自分で削除してしまった動画は復元できないって書いてあったんです。でね YouTube の公式のページにもね復元できませんって書いてあるんですよ。でね YouTube のこのクリエイターさんたちのねコミュニティの方に入って、同じ質問をねしてる方が何人かいたので、そのお返事見てみたんですけど、やっぱり皆さんね復元は無理、できないって書いてたんですよね。でこれはねもう諦めなきゃいけないのかなって、もう呆然としちゃってね。でこんなことがあったのに、もう次の日にねもうありがとうございます3万人嬉しいですってライブできるのかなって、もう本当にねどうしようって思ったんですよ。でも心のどこかでねなんか不思議と大丈夫なような気がしていて、で大天使とか神様とかね、私のおじいちゃんとかおばあちゃんとか、父とかもうねありとあらゆる存在にお祈りをしたんですね。でその時にある不思議なメッセージをね受け取ったり、あとふとね目に入ってきたヒントがあったりしたんです。詳しくは前回のライブ配信のアーカイブ動画の方でご覧ください。で私ねその復元できるかどうか気になって、朝までもうほとんど眠れないで、翌朝一番にね YouTube のヘルプのチャットの方に入ったんですね。でそして担当者の方に復元できるかどうかも聞いてみたんですよ。でそしたら確認しますので5分ほどお待ちくださいってね答えが返ってきて、もうその間めちゃくちゃドキドキして、もう本当にねまたもう大天使とかね神様とかにね祈りながら待ったんです。でそしたら大丈夫です、復元できますってお返事いただいたんですよ。もうめちゃくちゃ嬉しくって、うわー奇跡が起きたってびっくりしました。でその場ですぐに復元してもらえてね、アーカイブ動画がまたね私のパソコンから確認できたんですよ。もう本当に嬉しかったですね。でこれにはねいろんな偶然がいくつも重なっていて、もう本当に神がかっているとしか言いようがなくって、もうなんかねライブを盛り上げるためのね神様の粋な計らいっていうか、もうド S なね神様からのプレゼントとしか思えなかったですね。ということで前夜のどん底からね翌朝にはもう奇跡的な大逆転が起こって、めちゃめちゃ気分よくライブができたんです。話のねネタにもなって一石二鳥ですよね。今回のね動画でもお話ししているので一石三鳥ですかね。
で、皆さんにもね、突然トラブルが起こってパニックになってしまったり、なんでこんなことが起こるんだろうって落ち込んでしまうことがあると思います。私何か悪いことでもしたってね、もう恨み事を言いたくなるような時ありますよね。でもそんな時でもね、次のことを知っていれば落ち着いて冷静に対処ができると思います。ということで、予期せぬトラブルが起こるのはなぜか、大いなる存在はあなたに何を伝えようとしているのか、宇宙の真の意図について5つ挙げてみようと思います。いずれかに当てはまることがあると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではまず1つ目は、宇宙が本当の自分の気持ちに気づかせようとしているから、突然のトラブルが起こって初めて自分の本当の気持ちに気づけるということもあります。例えば分かりやすい例で言えば、久しぶりにね、遠距離恋愛の彼と会う約束をしていたのに、でずっとね楽しみにしていたのに、もう彼に急に仕事が入って突然ドタキャンされちゃったということがあるとしましょう。女性はね、デートに向けてもう本当にねたくさん準備することがあるんですよ。美容院に行ったりね、ダイエット頑張っていたり、ネイルとかね、お肌のお手入れとか、あとお洋服を買ったりとかね、もういろんなことをして楽しみに待っているわけです。男性の方、覚えておいてくださいね。それなのに突然会えなくなると、この日までの努力が全部ね台無しになったような気がするんですね。なんでってもうがっかりしちゃうんです。かといってね、彼を責めてみたところでね会えるようになるわけじゃないし、で逆ギレされてね、仕事なんだから仕方ないだろうなんてね怒られたりね、でそれで喧嘩になっちゃったりしたらね、もう全然楽しくないじゃないですか。でもね、キャンセルされてそんなにも落ち込むっていうことは、それだけ彼のことが好きだっていうことですよね。自分がどれだけ彼にね会えるのを楽しみにしていたかっていう証拠だと思います。そのね、自分の本当の気持ちに気づくと、自分のことがねなんだかとっても可愛くて愛おしく思えてきませんか？そしてね、好きな人がいる、もうそのこと自体がとっても幸せなことなんだなって気づけると思います。これね、恋愛だけじゃなくっていろんなパターンに当てはめて応用できると思うんですけど、トラブルの時は自分の本音に気づくことができるチャンスなんです。はい、では2つ目は、本気度を試されているから。前からねやりたいなってずっと思っていたことに意を決してチャレンジしたのに、なぜかトラブルがあって前に進めなくなるということがあると思います。これってチャレンジしたのは間違いだったってこと、そっちの道じゃないよっていうサインなんてね思ってしまいがちなんですけど、実はそうではないんです。この難局をどう乗り越えるか、絶対に諦めないぞ、絶対に最後までやり抜いてやるっていう本気度をね神様が見ているんです。何かをせっかく始めたのにトラブルがあったからとかね、なかなか思ったように進まないからといってすぐ簡単にね諦めてしまったり、中途半端に放置ねしたままになっちゃう人が結構多いんです。これって本当にもったいないと思います。宇宙はあなたの本気度を見ているだけなんですよ。もちろんね、その時は辛いでしょう。でも毎回ね、辛いことから目をそらしたり逃げてしまうだけだと、また繰り返し同じことがやってきます。そのトラブルの中にあなたの克服するべき人生の課題があるからです。でね、どん底まで落ちてようやく本気を出せたっていうこともあるでしょう。自分にね合わないこととかね、無理なこと、嫌なことをねいやいや我慢してやることはないんですけど、自分がやりたくて始めたこととかね、自分がやるぞって決めたことは継続して努力してみないと何も成し遂げられないです。そして本当にねそれが合うのか合わないのかもわからないままになってしまいます。というか、合う合わないというよりやり方次第なんですよ。自分や宇宙との約束を守れるかを神様はちゃんと見ています。ですからトラブルがあったらむしろね開き直って、もうゲーム感覚で、さあ面白くなってきたぞ、ここからどうしようか、どうやってクリアしようかっていう感じでね、楽しむ方へ思考を切り替えてみましょう。波動が一気に高まるので、ピンチがチャンスに変わるような展開が起こります。では3つ目は、奇跡につながる大事なヒントがあるから。すべての経験は意味があって起こっています。ですからトラブルの中にこそ大きなヒントが隠されていたりします。もっと分かりやすくね、トラブルじゃなくてポジティブなことでねヒントがもらえたらいいんですけど、神様はね超スパルタですからね、こいつはね期待外があるぞって見込まれてる証拠なんですけどね。
失敗や挫折を経験してきた人ほど人の痛みが分かって優しくなれるでしょ。自分の人生は自分が主人公なんだぞって、神様や宇宙がね教えてくれて育ててくれてるわけです。絶対に諦めないぞっていう気持ちとか、さあここをどうやってクリアしようかなっていうね、この不屈のエネルギー、この高くて強い波動がね宇宙に届いて、その代わりにねヒントとかチャンスが与えられます。ヒントはね、誰かが口にした言葉とか、ふと目に留まった、広告とかね、本のタイトル、いろんなところにねメッセージがあります。チャンスの女神は前髪しかないっていうね言葉もあるように、直感でパッとねチャンスをつかんですぐに行動に移してみましょう。トラブルを上昇のエネルギーに変えてね、さらにここから大きく飛躍することもできるでしょう。はい、では4つ目は、未来の成功や幸せのために必要な経験だから。先ほどねライブのアーカイブをね消してしまった私の体験をお話ししましたけど、今回のケースのようにねすぐに解決するようなこともあれば、何度乗り越えようとしてもね繰り返しストップがかかってしまったり、もうどうにも身動きができなくって八方塞がりになってしまうっていうこともあります。特に分かりやすいのは病気や怪我ですね。またはね大きなお金を失ったり、騙されたりね、あと会社を解雇されたり、大切な人との別れもありますよね。この場合がそっちに行ってはダメだよ、その道じゃないよっていうねストップのサインだったり、しばらくお休みしなさいとか、思い切って生き方や考え方を変えなさいっていうね方向転換のサインだったりします。先ほどの本気度を試されているのとはね全くレベルが違うので、はっきりとわかると思います。もうなんていうのかな、生きるか死ぬかもう瀬戸際みたいなね、どん底だったり、もう究極のピンチみたいな状況になるのでわかると思います。これはね宇宙や神様だけでなく、あなたを守っているご先祖様だったり、あと守護天使たちがもう全力で止めに入っているっていうこともあります。でもね後から振り返ってみると、この時のこのね経験があったから後にこれにつながった、こういうことを成し遂げることができたっていうこともあるので、まさに点と点が線になるための布石であることが多いです。こういう時はやっていることを一旦思い切ってやめるとか、一旦お休みする、あとしがみついているものを手放す、または神視点でね今の自分を俯瞰してみて、自分の行動を顧みて修正するということが大切です。ただでさえねどん底なのに何かを手放すっていうことはね怖いし不安かもしれません。でも逆にね今考え方や習慣、生き方を変えないと後にもっと大変なことになるよっていうねサインだったり、今ならまだやり直せる、お前なら大丈夫、きっとできるよっていうね宇宙からのエールだったりします。思い切って手放す、方向性ややり方を変えてみるということをぜひお試しください。はい、では最後の5つ目は、宇宙や神様に愛されているから。これまでのねまとめになりますけど、これらはすべて愛だからこそ起こっているんです。宇宙には愛しかありません。愛の波動だけなんです。この愛の波動というのはいつも私たちの誰にも平等にね常に降り注いでいるわけなんですけど、それをキャッチして生かすことができるかどうかは自分次第なんです。そして宇宙や神、大いなる存在は私たちみんなに幸せになってほしいって願っているので、間違った方向に進んでいれば正そうとして手を差し伸べてくれますし、時には厳しいお叱りがね飛んできたりもするわけです。あとはねちょっと変化球を投げてみて、こいつはここをどんな風にクリアしてくるかなってね試してみたりね、それもね私たちを成長させたいっていう愛であり親心なんです。鬼コーチみたいなものですかね。でもねその人の性格とかメンタルの強さに合わせてちゃんと調整してくれてますよ。その人が絶対に這い上がれないような試練とかトラブルは与えません。もうギリギリなんとかクリアできるようなもう絶妙なラインなんです。ですがもうそれもこれももう全部愛なんでね、宇宙を完全に信頼して、そして自分のこともね信じて、私なら絶対にできる、宇宙は絶対に私の味方なんだから大丈夫って信じて、もう腹をくくってトラブルと向き合ってみてください。そしてねできることは何でも片っ端からやってみてください。失
敗してもいいんです。すべてが経験です。あなたが一番あなたらしく生きられるように、そして一番輝けるように宇宙が導いてくれているっていうことですから、心が折れそうになっても諦めないでくださいね。宇宙には愛しかない。私たちはみんな愛されている。どんなに辛くてもこのことを絶対に忘れないでください。はい、いかがだったでしょうか。今回はトラブルが起きた時のスピリチュアルな意味についてお話ししてみました。では冒頭でお話しした大切なお知らせなんですが、この動画を出したら8月のねお盆過ぎまでしばらく通常の動画配信をお休みさせていただきます。その間ショート動画はね出すかもしれないので、またご覧ください。この動画を出したね翌週にちょっと親戚のね結婚式で帰省したり、今月末に引っ越しがあるので、その準備に入るためです。でお盆などもあるので、多分その後になるのかな。パソコンとかネット環境がね整ってからまた再開する予定です。まだ詳しい日まではわからないんですけど、またねコミュニティとか SNS でご連絡しますのでチェックしてください。7月22日で YouTube 大福まめこミラクルチャンネルは丸2年になります。登録者もおかげさまで3万人を超えることができました。次は新天地から心機一転してお届けしたいと思います。皆さん楽しみにお待ちくださいね。ということで、今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。